はい、こんにちは、なぎこです。最近はですね、なんかこんなちょっと今までとは違う毛色のカメラを買ってみたり、夏バテしてみたりして過ごしておりました。ちょっと今日はこのカメラについての話は一旦置いといてですね、最近、使っていた富士フイルム X マウント用レンズの話をちょこっとしようかなと思います。で、この動画の冒頭の、昨年もそのレンズたちを使って撮っておりますが、2本ありまして、1本目がこのシグマさんの 23mm F1.4DCDN コンテンポラリーっていうフルサイズ換算すると 35mm の焦点距離のレンズです。これね、重さ 335g というわけで、コンパクトな X マウントのカメラにぴったりの1本で、もう多分 L マウントと E マウントは発売されていて、今回 X マウント用が発売されるよっていうことみたいで、ちょっと早めにお貸し出しいただいて、いろいろ作例を取りためてました。なんかシグマのレンズっていうと、私過去に、何本か自分で持ってたこともあるんですけど、なんかすごく忘れられないのが、10年ぐらい前かな。私がまだこういうちゃんとしたカメラを持ってない頃に、まだミラーレスじゃない一眼レフのデジタルカメラをなんかこう友人とかから借りて使わせてもらってた時に、このレンズが最高だからって言って渡されたのがシグマの 35mmF1.4 アートレンズっていうやつでですね、確かに撮らせてもらうとなんかすごいっていう写りをするレンズで、それはレンズの光学性能みたいな部分に由来するものだったりするわけなんですが、そのアートレンズってやっぱすっごく大きいんですよね。もうこれとは比べ物にならないぐらい大きいんですけど、なんとこのレンズはその名作シグマの 35mmF1.4 アートレンズに匹敵するような光学性能をこのサイズに詰め込めているというレンズらしいです。でね、X マウントボディちっちゃいから、そんな性能をこんな手軽に使えるのめちゃくちゃありがたい話だなぁなんて思いました。ちょっと XE4 にはね、若干長い感じもあるんですけど、十分ちっちゃいと言えると思います。で、最短撮影距離が25センチで、そこそこ寄れるし、なんか私は結構40ミリとか50ミリ使う機会が最近多くて、好きな焦点距離も40かなとかって言ってることがすごく多くて、35ミリっていう焦点距離にすごい苦手意識を持ってたんですけど、逆になんか40とか50とかばっかり最近使ってると、なんか写真がちょっと似たようなものばっかになってくるんですよね。自分の技量みたいな部分もあると思うんですが、どうしても、特に50ミリぐらいまで行くと、なんか一つのものに被写体にフォーカスして、そこにばっかり目を取られて撮りがちというか、だからなんかこう例えばインスタグラムとかに写真投稿した時になんかこう似たような写真ばっかりになるなっていうのを最近思っていて、でそこでこの 35mm ですよね。なんか 35mm だと何か
自分が写したいって思ったものとかこと、その主題の他のなんか周辺の状況とかまで写る画角なので、一つの要素だけじゃなくてその周辺要素も含めて写すことができるっていう意味で、なんかやっぱり 40mm と 50mm とはまた違う写真が撮れるなっていうのをこのレンズが気づかせてくれたなっていう感じがありました。でやっぱりそうですね、もちろんこの光学性能的な部分はシグマさんなので本当に間違いないというか、開放 F1.4 からキリッとした写りで写りでありながら、やっぱり開放で撮った時の後ろのボケ感との対比で、やっぱすごくこうメインでフォーカスしたい車体がすごくこう浮き立ってくるというか、いやこんなちっちゃいレンズでここまで映るのすごいなっていうのをちょっとこう改めて思ったし、今後も使っていきたいなと思ってるレンズの一つになっておりますね。はい。で、もう一本がじゃ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 ーんと、100-400 F5 から 6.3 DGDN OS コンテンポラリーという望遠レンズです。フルサイズ換算で、150-600。すごい。なんとって感じなんですが、私本当望遠レンズ全然使わない人なので、この望遠端 600mm って正直未体験ゾーンでした。で、ちょっとね、なんていうんだ、鳥撮るわけでもないし、飛行機撮るわけでもないし、動物撮るわけでもないので、何に使おうかなってちょっと思ったんですけど、なんかもう私が普段撮ってる日常スナップとか旅スナップみたいな感覚でこのレンズを使ったら面白いんじゃないかなと思って撮ってたのが、冒頭で出してた作例の一部だったりします。で、ちょっとその鳥を撮ったりとかね、そういう使い方は私は、普段からほぼしないので、そういう撮影をされたい方にとっては、ちょっと物足りないレビューなのかもしれないのですが、まず、私この X マウントのボディって、この XE4 しか持ってないんですよね。で、XE4 ってボディ小さいので、ちょっといろんな機能が削られている部分はあって、大きな点が手ブレ補正が実は入ってないっていうところだと思うんですよね。なので、これよかったら使ってみてくださいってシグマさんから言われた時に、いや、XE4 手ブレ補正入ってないけど大丈夫なのかなと思ったら、このレンズ自体に5段分の手ブレ補正が入ってるんですよね。で、ここにこの OS っていうスイッチがあるんで、ここで聞き方とオンオフが調整できるんですけど、ちょっとガチで動物撮るとかだともしかしたら物足りないかもしれないんですけど、私みたいな使い方であれば全然このレンズ内手ブレ補正で使えるなっていうのを思いました。はい。ちょっとじゃあ XE4 につけてみますけど、ちょっともうバランス感がだいぶ面白い感じになってくるというか、カメラがメインなのかレンズがメインなのかちょっとわかんない感じにはなるんですが、こんな感じで、重さは 1.1 キロちょいぐらいで、長さが20センチ弱ぐらいみたいですね。これはすごいよね。ライトバズーカっていうらしい。ちなみにズームするとこんな感じで伸びます。なんか結構望遠日常で使うの面白いかもって思ってるんだけど、ちょっと都内これで持って歩いてると結構不審者がられそうな気もするんですが、ちょっとこの後もこの2本持って、週末の街にちょいちょい出てみようかなと思います。
トム・クルーズがやりたいことをやる映画を見てきた。いやー、ここの映画館は眺めがめちゃくちゃいいっすね。そうだね、レモン気になるけど、まあ、また今度。この辺いいですか、いいですか。まず野菜を白湯の